探してた光の粒届くような気がしていた。伸ばした小さな手のひら、空の青流れる雲、こんなに綺麗だったかな。散らばった記憶のかけら、少しずつ紡いでゆく。君のいない今日がまた始まってく。このままもう時が止まってくれないか。何をしてても誰かといても君を探して見つけたくて、流れる時に抗ってる。これが全て夢なら、何を見てても何を聞いても君は遠くて届かなくて、戻らない時追いかける。これが全て夢ならいいのに。月明かり揺らめく影、探してた光の粒届くような気がしていた。伸ばした小さな手のひら、
空の青流れる雲こんなに綺麗だったかな散らばった記憶のかけら少しずつ紡いでゆこう君のいない今日がまた始まってくこのままもう時が止まってくれないか何をしてても誰かといても君を探して見つけたくて流れる時に抗ってるこれが全て夢なら何を見てても何を聞いても君は遠くて届かなくて戻らない時追いかけるこれが全て夢ならいいのにはい、こんばんは。本日はグランゼーラの集い2024をご視聴いただき誠にありがとうございます。この番組はグランゼーラのゲーム情報や日々の活動をお伝えする番組です。本日の進行を務めます広報まゆみんです。前回に続きどうぞよろしくお願いいたします。はい、九条なんですけれども、今日ちょっと急に外に出かけないといけない用事ができまして、現在ですね、現在こちらの方にちょっと向かっていますけれども、ちょっと間に合っておりません。で、番組に、間に合えば、途中から参加させていただく予定ですので、よろしくお願いいたします。はい、そうですね、九条さんちょっとまだ遅れてます。すみません。はい、よろしくお願いします。では、始めていきますね。はい、今年も、2024年あと4日残すところ4日となりました。グランゼーラの集い2024も、今日が最後の配信となります。よろしくお願いいたします。番組最後まで、お付き合いいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。はい。ごもにかけはい、そうですね。こんばんは。はい、まゆみんです。よろしくお願いいたします。では、早速、今日のプログラムに行っていきたいと思います。R タイプファイナル2、3、イボルブド、そしてタクティクス、そしてグランゼーラ重大ニュースで質問コーナーでいつもの告知、次回予告と続いていきます。今回実は R タイプファイナル2、3、イボルブド、そして R タイプタクティクスコスモスですけれども、こちらちょっとお詫びになります。ちょっとあまりというか新しい情報がなくお詫びだけになりまして、本当に申し訳ございません。はい。ではちょっとまず一つ目のお詫びからいきます。はい、こちら、前回の放送で、アップデートを12月に行うとお伝えしてたんですけれども、申し訳ございません。ちょっと12月のアップデートができず、来年初頭ですねに、アップデートを予定しております。今回はそうですね、全プラットフォーム同時配信をちょっと目指していきたいと思いますので、すいません、もう少しお時間いただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、そうですね、ありがとうございます。すいません、いろいろそうです。すいません、ありがとうございます。ちょっともうちょっとお待ちください。そうですね、年末年始の時にアップデートして遊んでいただけたらよかったんですけど、すみません、間に合っておりません。申し訳ありませんでした。はい。で、そして次のお詫びですね。こちら、タクティクスのクラウドファンディングの支援者期待ですね。こちらのバウチャーコードもちょっと、
まだお配りできておらず、ちょっとすいませんけれども、こちらも今準備しておりますので、来年、来年早々にちょっとお配りしたいと思っておりますので、こちらもすみませんけれども、もうしばらくお待ちください。はい、ちょっと年度末最後の放送ですけど、お詫び2連発ということで、本当にご迷惑をおかけし申し訳ございません。で、今回ちょっと新しい情報も実はなくって、開発は進んでるんですけれども、皆さんにお見せできるというか、お見せできないところの開発が進んでて、ちょっとなかなか情報出せず申し訳ございません。ちょっと来年からはそうですね、情報出していけるように進めていきますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい。では、次の情報に行くんですけれども、はい。そうですね。次のコーナーです。じゃあお願いします。はい、2024年グランゼーラ重大ニュースということで、毎年私どもこの最終営業日ですね、ここに、その年の、言ってみればニュースを、ブログで公開しています。10個と10大ニュースなんですけど 10個じゃなくて10何個みたいな感じなんですけれども、こういうのを、やっています。はい。もしよろしければ、もちろん今から紹介しながら行くんですけれども、グランゼーラ公式サイトの、ブログ、スタッフブログっていうところがありますので、そこでご覧いただけますので、もしよろしければそちらをご覧ください。はい。では、まずサイトの方をご覧いただきます。はい。これですね。これが、グランゼーラの、重大ニュースというスタッフブログのサイトになります。はい。そして、2024年のグランゼーラをちょっと振り返ってまいります。はい。よいしょ。そうですね。まず一つ目ですね。こちら、早いものでもうようやく1年なんですけれども、元旦には、私たちのスタジオがある石川県で大きな地震がありました。で、本当に今年のお正月はその影響で本当に忘れられないお正月というか、一生本当に1月1日が来るたびに思い出すような、そういう年になりました。で、もう本当にあれから1年経つっていうのがちょっと信じられないというか、早いもんだなと思ってまして、そうですね、まだちょっと能登の方は復興を十分じゃないところもありますので、引き続き応援していきたいと思っています。はい、それでは次のニュースです。こちら R タイプファイナル3イボルブド発売1周年、そして R タイプファイナル2発売3周年ということで、そのニュースをお届けしています。ちょうど春ですね、3月にイボルブド、そして4月にファイナルが発売3周年を迎えました。おかげさまで本当に皆さん継続して、今もそのゲームが出てだいぶ経ってますけれども、皆さん遊んでいただいているということで本当にありがたく感謝しております。で、またその今日放送でもアップデートを楽しみにしてくださっている方もいらっしゃって、すごくありがたく思ってますので、また引き続きアップデート継続してアップデートできる限りはしていきたいと思ってますので、また引き続きよろしくお願いいたします。はい。またちょっとそうですね、ここではゆっくり読み上げないので、よろしければサイトの方をご覧になってください。はい、それでは次のニュースですね。こちら3番フォーメーション Z ですね。こちらのニュースを取り上げさせていただいています。はい、フォーメーション Z に R9A が登場っていうことで、4月にスパチャありがとうございます。持ち台 PC プラットフォームにイボルブド移植記念ありがとうございます。はい、検討させていただきます。はい、4月の集大祭で、インフォーメーション Z と R9A のコラボの期待をちょっと発表されました。で、そしてそのコラボ期待を東京ゲームショウで、私有できるということで、多くの皆さんに足を運んでいただいたというニュースになっています。はい、ちょっとかっこいいですよね。フォースどこにつくんだろうみたいな感じで、本当に動画見てもらうと面白いんですけれども、はい。
そうですね、変形がすごい変形機体ってかっこいいですよね。その変形する途中とかこうガシャンガシャンって戻るところなんかは、だからちょっと本当にそいつとそいつがくっつくのみたいな感じで面白い機体になってると思いますので、よろしくお願いします。フォーメーション Z は、2025年の発売に向けて今もう最終段階になってますので、こちらもぜひ、発売を楽しみに待っていただければなと思っています。はい、では次のニュースですね。次は金沢競馬第13回娯楽のグランゼーラ杯開催ということで、これちょっと、毎年恒例なんですね。4月というか春にやるんですけれども、会社の設立した年から毎年やっています。ですのでこの第何回っていうのが会社ができての年数になるので、そのすごくこう一年一年こう噛み締めながら開催してるっていうところですね。結構競馬って皆さん行ったりします？ちょっと地方競馬なのでそんなになんていうんですかね、大きい競馬場でやるような競馬ほど盛り上がらないんですけど、結構馬の速さにちょっとびっくりするような感じで、結構そうですね、このグランゼラ杯を見に私は毎年金沢競馬に足を運んでいます。はい、そういうニュースです。はい、そうですね、13年まだまだ若い会社です。引き続きよろしくお願いします。そして5番目こちらのニュースは、グランゼーラ TV ライブ配信を始めるというニュースになります。はい、グランゼーラの TV という、YouTube のグランゼーラのこのチャンネルではないもう一つのチャンネルがあるんですけれども、こちらでは、ゲーム実況の配信なんかをしてたんですけれども、今年ついにライブ配信を始めました。ゲームをクリアするまで帰れないというか終われられないみたいな企画を結構やってるので、9時から始まって朝の2時とかそういうとこもあるんですけれども、よかったら遊びがてら覗きに来てください。でもしチャンネル登録されてない方がいらっしゃったらぜひチャンネル登録していただいて、ライブ配信中ちょっと遊びに来てもらえると嬉しいです。長すぎそうなんです。長すぎそうです。はい、よろしくお願いします。来年もちょっとここでいろいろやっていきますので、ぜひぜひこちらもグランゼラのチャンネルとともに合わせてよろしくお願いいたします。はい、では次のニュースですね。飯田舞さん活動20周年ライブに潜入ということで、今年、飯田舞さんがシンガーソングライターとして活動されて20周年になったそうです。でそれを記念するライブが、横浜の方で7月にありました。でそちらにちょっとお邪魔させていただいたんですけれども、その様子のことをお伝えしています。でちょっとコンパクトな会場だったんですけれども、そのおかげでステージがすごく近くって歌声もすごい響いてきてすごく良かったです。はい、CD というか配信の歌なんかも聴いてもらえていると思うんですけど、ライブにはライブのすごく良さがあるので、もし本当に機会がありましたらぜひぜひ聴いていただけると嬉しいです。とってもいいです。はい、ではそうですね、次の質問に行きます。質問じゃなかった、ニュースに行きます。はい、7番目ですね。こちらです。 R タイプタクティクス12コスモス再度発売延期ということで、こちらも本当に申し訳ございません。当初2024年秋で発表させていただいてたんですけれども、ちょっと2025年発売予定と再度延期させていただくことになりました。本当に申し訳ございません。そうですね、今日はちょっと新しい情報を出せませんけれども、順次、来年からは新しい情報を出していきたいと思っておりますので、また、
申し訳ございません。懲りずに見ていただけると助かります。はい。よろしくお願いいたします。では、次ですかね。はい。今度は、8番。地震津波臨場体験 VR 命をつなぐ選択の制作を発表ということで、こちらですけれども、火災報知器などを作ってらっしゃる、防災設備の会社さん、能見防災株式会社さんから、2年前なんですけれども、火災臨場体験 VR という、オフィスでの、火災をこう体験する VR を私たちグランゼラと一緒に共同制作させていただいて発売サービスを開始してるんですけれども、その、臨場体験 VR の第2弾になります。はい、地震と津波がこう体験できるっていう VR になるんですけれども、こちらの制作を、9月に発表させていただきました。はい。で、ちょっと地震なんかは、もちろん今年1月にこう石川県でも起きましたけど、今はもう本当にどこにいてもこう地震が起きない、絶対起きないっていうようなことは言えないような時代になってきてまして、私たちはその、絶対絶命都市で培ったこう技術であったり、そういったものをベースに今回は、防災のコンテンツに制作させていただいて、本当に防災であったり、災害に関してのそのいろんな防災の、啓蒙というか意識を変えていただけるような、このコンテンツを通して意識を変えていただけるようなきっかけになればいいなと思って制作しております。はい。また何かあったら体験なんか機会がありましたらしていただけると幸いです。はい、そうですね。はい。では次です。9番。グランゼーラ野々市を離れる。なんだって感じですけど、実は私たち制作スタジオは石川県の金沢市っていうところと野々市市っていうところの2カ所にあったんですけれども、以前この配信はその野々市のスタジオでやってたんですけれども、ちょっと野々市の借りていた部屋が契約満了によってちょっと出なきゃいけなくなったので、野々市を離れるというニュースになります。はい、ちょっとね、土地勘ない人はわからないと思うんですけど、いや、白衣にはないです。白衣はないですね。はい。はい。では、次のニュースです。はい、こちら10番。世界中のレーサーと競え、ハイパートルクレーシングが Steam にて配信。はい、このニュースになります。はい、すごい、県立大学わかるんだ。そうそう、県立大学の向かいです。はい。2023年に、こちらのハイパートルクレーシングを任天堂スイッチで発売しました。で、これを、プラットフォームを追加して Steam で配信を開始したっていうニュースになります。で、こちら1ヶ月前 ?2 ヶ月ほど前 ?2 ヶ月か。先月ですね。先月発売になって、その後、何回かオンライン対戦のライブ配信をやらせていただいて、ちょっと一部ご覧いただいた方もいらっしゃいましたし、そのオンラインレースに参加していただいた方もいらっしゃって、ちょっとそのいろいろ盛り上がったと思います。盛り上がりました。はい。ぜひオンライン対戦は楽しいので、また今後も時々オンライン対戦なんかもやっていきたいと思いますので、ぜひぜひその際は参加してみてください。はい。
そういうハイパートルクレーシング、そうですね、シンプルな操作で、本格的なレースを楽しめるというレースゲームになりますので、よろしければ手に取っていただけると幸いです。はい、今 Steam 版がセールになっているので、よろしければセールでお得な時に買い求めていただけるとありがたいです。はい、それでは次11番ですね。こちら J3 津永源金沢の1年が終わるということで、地元、石川県金沢の、サッカーチーム津永源金沢というサッカーチームがあるんですけど、グランゼラはずっとその創立の時からこちらのチームを応援してまして、そうですね、そのニュースになります。で、今年、新しくサッカースタジアムがオープンされたんですけれども、その名前が皆さん知ってますかっていうか、ちょっとユニークな名前なんですね。それが、金沢55カレースタジアムという名前なんですね。なんかスタジアムの名前なんだけどカレーがついているという、そういう55カレースタジアムが今年オープンになりました。で、ちょっと新設されたことでこう頑張って J2 復帰を目指すも、今年ちょっとダメだったっていうニュースになります。はい。はい。引き続きグランゼラは、津永源金沢を応援していきますので、またサッカーファンの皆さんよろしくお願いします。はい。それでは次ですね。12番。はい。YouTube のグランゼラ公式チャンネルにメンバーシップを開設しましたというニュースになります。はい。実はもう開設されているという感じです。はい。ちょっと詳細は後で告知のコーナーでお伝えしたいと思いますが、はい。こういう風なメンバーシップを開設しておりますので、こちらまたよろしくお願いいたします。はい。以上が、10代プラス2項ですね。はい。のニュースとなります。年末のご挨拶ということで、2024年も応援ありがとうございました。はい。ちょっと本当に1月1日地震というスタートでしたけれども、はい、無事1年を終えることができましたので、また来年よろしくお願いいたします。はい、以上が、今年のグランゼーラの重大ニュースでした。はい、ありがとうございます。はい、2025年よろしくお願いいたします。はい、それではちょっと次のフリップお願いします。はい。そうですね。はい。皆さんの重大ニュースどんな感じですかね。ちょっとなかなか私たちいつもこう年末近くなってくると、今年の重大ニュース何あったっけってこう振り返るんですけれども、ちょっと1年経ってるとこう意外と思い出せなかったりとかするので、本当に皆さんは年末ですけれども、なんかちょっと1年振り返ってみてもいいのかなと思いました。来月誕生日おめでとうございます。はい。それでは、次のコーナーいきますか。はい。逆質問コーナー。こちら、先月やった逆質問の集計結果になります。毎回、逆質問コーナー、皆さん参加していただきましてありがとうございます。はい。それでは、先月聞いたちょっと逆質問について、ちょっとお答えしていきます。はい。R タイプファイナル2、3イボルブドのプレイ経験についてお伺いしました。で、今、一番多かったのが、3イボルブドを持っていて最近もプレイしているっていう方が一番多くいらっしゃいました。で、2もやっぱり持っていてプレイしているっていう方もいらっしゃるので、本当にありがとうございます。ちょっとまた来月アップデートさせていただきますので、来年かまた継続的に遊んでいただけるとありがたいですし、以前持っててまた今最近してないっていう方もプレイしていただけるとありがたいです。はい。
で、2番目の結果ですね。こちらです。はい。以前プレイしていた方についてお伺いしました。以前プレイしてたけど今しなくなった理由として、やっぱりゲームをプレイする時間が取れなくなった。で、あと、他のゲームをプレイしているっていう人が大多数な感じでした。はい。ありがとうございます。では次のアンケート。はい、こちらですね。逆に、プレイしたことがない方にアンケートを取りました。で、そうですね。ゲームには興味あるけど、プレイする環境がないっていう方が一番多かったのですね。はい。こういった結果になりました。はい。ありがとうございます。はい。それでは、質問コーナーですね。はい。質問コーナーに入ります。はい。では、一つ目の質問。はい。R タイプタクティクス12コスモス。今後発売とされている R タイプタクティクス12コスモスには、現在 R タイプファイナル3イボルブドにて実装されている R パーク、もしくはそれに類する他のプレイヤーとの非対戦型交流システムの予定はあるのでしょうか。はい、こういった質問が来ています。で、R パークっていうのは、ですね、メタバース空間でファンが集える場所になるんですけれども、そういった空間があります。そこに、それが、タクティクスには入りますかっていう質問ですね。はい。そうですね。はい。ガチャって音がしたぞ。はい。ちょっとそうですね。はい。はい。R パークですね。そうですね。皆さん R パーク、ごめんなさい。PS5 版持ってる方、R パークに入ったことはありますか？はい。ちょっと待って。誰も、そうですよね。そうなんです。ちょっとね、そうですね。はい。はい。すいません、遅くなりました。申し訳ない。ガチャ。マイクすいません。すいません。マイク入ってます？マイク入ってます？すいません、遅くなって申し訳ありません。誰やあいつって。ガチャって音したって書いてある。そうです。ちょっと様子がわからんまま入ってきたんで。ガチャって。すいません、ちょっと途中で流れ切って申し訳ないです。グランゼーラ制作責任者の九条と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、ちょっとライブに遅刻して、ちょっと重大ニュース終わりましたよ。すいません。ちょっと何よりアップデートが間に合わんかったことが本当に申し訳ないなと思ってまして、ちょっと作業今も進めてますので、ちょっと今しばらくお待ちください。すいません。はい。すいませんね。今どこなんですか？この質問です。はい。はい。ちゃんと答え R パーク読み上げました。答えてないんですか？読み上げました。非対戦型交流システム。非対戦型交流システム。R タイプタクティクスの時は、プレイステーションホームに、っていうかこれ僕、こういう段取りなんですか？これハンドマイクなんですけど、なんかカラオケ歌いたいやつみたいになってるんです。急遽なんで。はい、PSP の R タイプタクティクスの時は、タクティクス2の時かな、プレイステーションホームっていう今でいうメタバースに対戦相手を募ったり、会話ができるラウンジっていうか、先行きらめく宇宙空間っていうラウンジを作ってたんですけど、ちょっと似たようなことができないかっていうことと、ちょっとR パークちょっとすごい言い方悪いですけど、ちょっとかそってるんで、昨日追加も遅れてるんで、そうですね、あれね、
そうなんですよ。誰もいなくて、ぶっちゃけね、開発の実験もねあそこでやってもね差し支えないぐらい誰も今ちょっと機能が足せてないんで、また集まれって言わないといかんので、そうですね、ちょっとあそこで忘年会やれればよかったんですけど、でちょっとその R パークをなんていうかな、イボルブドには入ってるんですけど、タクティクスっていうかコスモスでも兼ねれないかなと思って、それの今検討してますね。はい。なので交流の仕組み自体は用意したいと思って話を進めています。はい。っていう答えでいいのかな。すいませんね、ちょっと流れを切ってしまって。大丈夫ですよ、質問コーナーだ。じゃあ次いいですかね。要望 R タイプファイナル23エブルブド、パイロット画面の各機体出現回数一覧において同じ回数であれば機体ナンバー順に相当される仕様になっていますが、パトロクロス、ヘクトール、ナルキストスなど最近追加されたものは機体ナンバーR9A より上に来ちゃうと。すいませんね、これは修正しますね。はいはい、すいません。はい、じゃあ次の質問、次のアップデートには修正したもので出します。はい。で、要望 R タイプファイナル23エボルブドの新コースステージ 1.0 からステージ 7.0 を備えたファイナル4は今後予定ありますか。新規オマージュステージを含め R タイプ絡みのロードマップが欲しいです。はい。ボルブド分岐コース、そうですね、 E1.0 から E7.0 のところの分岐とかですよね。で R パーク更新も何とすると現在廃墟になっていますR パークはオフライン時自分で機体選びたいです。ですね、ちょっとロードマップっていうかアップデート遅れてたりするのと、そうですね、ちょっと来年に向けて新しい、R タイプシリーズの動きについてもちょっと社内承認が通ってない段階で企画段階で今練ってますので、まとまり次第ですねロードマップを、公開させていただく予定です。これはあれですかね、広報の横で言いにくいですけどね睨まないいや4ってつけないですって言おうかなと思ってあかんかったですかね。全般的に今横で×出さないといけない空気が読めてないやつみたいな感じですねはい。ちょっと来年は来年で動きがあるというか、R タイプファイナルシリーズを活性化させるというか、長く遊んでいただくための工夫っていうのを今進めてますので、はい、そうですね、ちょっと次のグランゼーラの集いでそのロードマップ、2025年のロードマップを出しできると思いますので、はい、今しばらくお待ちください。すいませんね、ちょっとあまり情報今日あれなんですか、もうお詫びだけなんですか。何も情報、そうもう画面、新しい画面とかも出せてないんですか。そうですよ。それなんで僕に怒ってるんですか。なんか1枚だけ撮ってきたのがあるんですか。どんな写真あるんですか。ちょっと待って、見てないんですけど。広報が確認してない。これパイロット画面とかパイロット以前これもでも内容は以前お伝えしてて、フォースがないとこの写真撮って SNS に公開してもフォースがついてないとちょっと R タイプって分かんないんじゃないかっていうことで、すいませんね、これ多分僕が確認用に撮った写真なんでちょっと歪んでてパイロット斜めに立ってますけどそう気になった、ちょっと気になったいやちょっと画角がきつくてなってますはい、でこれも機能として追加しているんですけどね、ちょっと思いがけず調整が入ってまして、というのはね、これシューティングゲームの時のモデルをそのまま出してるんですよ。シューティングゲームの時に逆にすごくリッチなモデルを出してて、フォースの回転速度なんかがゲーム内だとすごく速くて、ここでそのまま出すとですね、
ああ、取れすごいないってこと？すごい速度で回ってて気持ち悪くなってるんで、ちょっとホースごとに調整入れることになってます。はい、これ次のアップデートに入る、こういうまあ写真が撮れるようになりますというのを抜き取ってきたんだ。開発中のやり取りのやつから。すいませんね、ちょっと新しい情報があんまりなくて申し訳ないですけど、こんな感じで進めていますので、今しばらくお待ちいただければね。本当はね、年末年始にプレイしていただきたかったんですけど、ね、すいませんね。はい、はい、ということで、僕まだちょっとノリというか流れが分かってないんです今一応これで質問3つ今日取り上げさせてもらって終わりました。いただいている質問とかですね、あとYouTube の方にもコメントいただいている内容につきましてもですね、ちゃんと関係部署の方には伝えてますので、よろしちょっと今日取り上げれる数がはい3つでしたけどね。はい、僕が入ったのが1つ目だったんですか？そうです。はい、はい、すいませんけどそんな感じで進めてますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では、次が、告知のコーナーになります。今日の告知何個ありますか？はい、3つあります。はい、はい、では1つ目の告知お願いします。はい、こちら、防災イベントのお知らせになります。火災体験ごめんなさい、火災臨場体験 VR 混乱のオフィスというVR ですね。こちらを来年、1月11日に、みんなの防災備えという防災イベントがあるんですけれども、こちら、能見防災さんが、ブース出展されます。ちょっとローカルで申し訳ないんですが、石川県小松市にあるイオンモール新小松というところで、イベントがありますので、もしお近くイオン新小松なうちから行きやすい、ありがとうございます。お近くにお住まいの方は、ぜひちょっと覗いてもらえるとありがたいです。はい。お近くの方って本当にローカルなんですね。でも一応何人か小松いらっしゃる。ぜひ私もそうで、小松はイオン2つあるんですけど、新小松の方です。違うんですよ、これね、間違ってたんですよ。最初ね、イオン小松って言ってて、何回も訂正されて、じゃあそっちじゃないぜって言われてそうだ、混乱のオフィスっていうサブタイトルなんです。そうです。うちの会社みたいですね。違う意味で混乱ですけどめちゃくちゃ笑ってるいや、僕その混乱のオフィスがすんごい響いてるんですけど、はい、11月1月11日、1月11日、土曜日、はい、よろしくお願いします。はい、そうしました。次のお知らせです。はい、これはちょっとね、申し訳ないですね。これもうあれ重大ニュースにも載せてある。いや、詳細はこちらでって言ったんで。はい、ですね、グランゼラ公式チャンネル、この YouTube チャンネルでメンバーシップを始めます。でね、これね、僕ちょっとうっかりしまして、来年からやる予定だったのに、僕操作間違えてね、開始ボタンを押してしまったんですよ今入っても何もないですから具体的に何かやるときにもし気が向けば、ちょっとね、有料で申し訳ないんですけど入っていただけると、コース名がね、グランゼラ革命軍入隊コースとスーパーチャットいただきました。いう方、スーパーチャットありがとうございます。はい、ありがとうございます。なんか英語で書いてある。ありがとうございます。はい。はい。ですね。で、グランゼラ革命軍のなんていうんですかね、階級章になっておりますので、はい。今年は何もないですから、じゃないようにしてください。はい。内容はですね、隊員バッジと絵文字、絵文字はあれなんですね。入隊してる人の数で登録できる絵文字が増えるんですね。そういう、YouTube のシステムらしいですけど、あと、動画の早期アクセスというんですかね、隊員の方だけ先に見れると。ただちょっとタクティクス関係、タ
タクティクスコスモス関係の、PV なんかはですね、クラウドファンディングでご支援いただいてますので、ちょっとそちらの方にも同じタイミングで公開させていただきますけど、他の動画は先に見ていただけるような感じとか、あと、会員限定のライブですね、やります。この番組だとなかなかちょっと番組のディレクターの目があってやれない、言えない、見せれないことがありますんで、そういうのとか、私が仕様について相談する、もしくは会社の愚痴を言うというそういうライブになってます。あと、会員限定のアンケートですね。多分にですね、ちょっと制作する上でですね、相談をしたいなっていうのがありまして、いろいろゲームのライブとかもやってたらいろいろいうような情報をいただけたりしますので、ちょっと、こう会費を募るような形で申し訳ないんですけど、来年からやってまいりますのでよろしくお願いします。入隊お待ちしております。あれ怖いですね。僕ね、バッジの画像の登録しようと思ってね、開始って押したらね、公開されましたって出てしまってすいませんね、簡単。スタッフもって言ってましたけど、で次がゲームライブ第7弾ね。これシューティング言ってましたね。サイドビューシューティングとか言ってたですね。1月24日にまたグランゼラ TV というチャンネルの方でゲームのライブをやります。で R タイプファイナルを、クリアするまで終われない、帰れないです、ね、大丈夫なんでしょうか、ちょっとなんか予告動画をご覧いただきます。はい、今ご覧いただきましたのが、R タイプファイナルという、10年前ですね、2003年なので、11年前かなにプレイステーション2で、発売した ILM ソフトウェアエンジニアリングから発売した R タイプです。でこの時はファイナルだ、
もうまあ R タイプ作ることもないないんであれば皆さんにちゃんとそれを伝えようみたいなことで、まあ、R タイプファイナルってつけてですね、それ18年後に R タイプファイナル2っていうのを出していてで、まあ、R タイプファイナル3ってやってます。まあ、今見たらでも懐かしいし、いろいろ思い出しましたね。今見たらこれまずかったなみたいなのも思い出してましたけど、まあそんな話も実況で聞けるんですね。当時のなんていうのかな、今言いそうやわ今言ってまた今度もオ言えばよくープニングムービーのね左から機体いっぱい出てくるのね、できてない機体とか置いてある。どういうこと？間に合わんかったんで、間に合わんかった機体ってどういうことになる？要するにモデリング途中のやつとか、まあ、言うたらいかんかったですかね。手前は出来上がって作り込んでる機体なんですけど、奥の方って結構作りかけのやつ置いてたりする。まあすいませんね、まあ、そんな話もしながらステージ最終面はちょっとどれになるかをやってみな分からんのですね。 F の A か B か C かは分からないんですけど、まあちょっとクリアエンディング見るとこまでやろうということになっています。でまあプレイしながらですね、まあ、次 R タイプ作るとすればどんな仕様にしようかっていう、まあ、ちょっとご相談しながらプレイできればと思っておりますので、多分にちょっと開発のための、ゲーム実況ですけど、はい、よろしくお願いします。はい、グランゼラ TV チャンネル登録もよろしくおよろ願いします。しくお願いいたします。カンペで登録促してください。はいカンペ出てました。はいでは次お願いします。はいそうか。ということでそうですね。お送りして、すいませんね、ちょっと新しい情報が乏しくて申し訳ないですけど、次回予告になります。次回予告ですか。はい、2025年第1回目の、グランゼラの集いは2月7日金曜日9時からを予定しておりますので、新年第1弾ぜひご覧ください。お待ちしております。このタイミングでは情報が出せるはずです。そうですね、ちょっとそうですね、アップデートもなってるだろうと、はい、よろしくお願いいたします。ということで、はい、1時間50分ほどかな、そうですね、進めて、はい、すいませんね、ちょっと遅れてしまって、はい、まあ、年末も寒い日が続きますけど、皆さん体調など崩さないように、ちょっと最後の挨拶の前に一つあります。はい、じゃがじゃん。はい、これ何これ、九条さんが知らない間にコーナーができまして、広報まゆみんの今日の晩酌お品書きイエーイ。何これ、何みんな拍手してるイエーイ何これ、ほらほら恒例になってん、前回からなんだけどね。はい、アルコール好きのあなたのアルコール、そうね、この人ねすごいですよ。すごい一緒に東京に出張に行くでしょ。で余計なことを3時に取引先と打ち合わせ終わって6時に次の取引先に行く前にね、間にね喫茶店に行ったんですよ東京駅の近くの。で僕コーヒー頼んでたの、彼女のところにねなんか瓶が出てきて、喫茶店でね打ち合わせと打ち合わせの間にねビール飲んでるんですよ。打ち合わせと打ち合わせの間ではないです、正確には。で6時から会食、取引先と話をするのに、会食でも先に入ってるのないと思うまあエナジードリンクなんで私のしょうがないんです。はい。ってでその私のアルコール好きの話はさておき、ちょっと今日のご紹介するお品書きを、石川県民の鍋の定番松屋鶏野菜味噌ということで、この鶏野菜味噌の素を紹介します。はい、見えますか？ちょっとこれ緑が入ってるんでちょっと抜けちゃうんです。僕は食べたことない。本当？これすごい美味しいんですよ。すごいシンプル、作るのシンプルで。皆さん買えるんですか？結構あれですよね、その
ね、結構鳥白菜じゃないんだ。鳥白菜はその違うお店のサブロ名物で、ベ食そうそう堂でしょ。鶏野菜味噌って味噌鍋の元なんです。でこれれに白菜と本当に鶏肉とか肉団子とか入れるだけでもむっちゃごちそうなんですよ。今寒くなってきたので、寒くなってきたらお鍋ということで、今日は、石川県民の鍋の定番松屋鶏野菜味噌を紹介させていただきました。はい。これだけのこれだけのコーナー、ちょっともうおまけコーナーなんですよ。いや料理の写真はないんですか？料理の写真はないないなんだそうです。はいはい、よろしくお願いします。すいませんね、なんか趣味の話に使ってますけどはいはい。ではいよいよエンディングですね。では今からね休みに入る方もいらっしゃるし、逆にずっと仕事っていう方もいらっしゃるでしょうけど、体調など崩さないように、あと事故とかもね起きないように。今年はねちょっと震災から始まったんで何かとなんかね大変でしたけど、来年が皆さんにとって素敵な年になるようにと思ってます。はい、では、シンガーソングライター飯田舞さんが歌う絶対絶命都市4プラスサマーメモリーズの後日談の挿入歌写真を聞きながらお別れです。はい、皆さん良いお年を。ただ声が聞きたいよ、涙ぐむ君の横顔思い出す、泣いたり笑ったり共に過ごした日々、今でも大切で変わってしまうこと気づいてるのに、いつの日かと信じ交わす約束、あの頃描いた未来の地図、現実だけが冷たく、もしたった一つだけ願いが叶うなら、何をお願いしようかな。小さく切り取った空でも今は少し見上げてみよう。見慣れた交差点、ぶつかり合わないように三色ランプ、カラフルなビーズをまき散らしたように、すれ違う人たち、いつからか近道ばかりを選ぶようになったのだろう。自分より大事なものばかりで笑うことも忘れて、もしたった一つだけ願
て